皆さんこんにちは、ゆりこです。今日は皆さんを一度食べたらやみつきになる中毒者続出の本格麻婆豆腐店にご案内したいと思います。実は鎌倉に3店舗ありますが、今日は最初にお店が始まったとされる梶原店に行きたいと思います。事前に言っておくと、今日のツアーは鎌倉観光客レベルマックスくらいの最上級クラスのツアーかもしれません。そもそも、もし私が海外から来る皆さんをツアーさせていただく場合には、よほどの要望がない限り麻婆豆腐をチョイスしません。でもこの麻婆豆腐のお店は日本人にとても人気なので、もしその経験をしたいということであれば、ぜひ行ってみてほしいです。日本では日本食以外だとパン、パスタ、ピザと並ぶくらいに麻婆豆腐とチャーハンが人気かもしれません。最近見たネットの記事によると、嘘か本当かわかりませんが、日本人は世界一好き嫌いが多い国民のようです。さて、話に夢中になってしまいましたが、ここは大仏の入り口付近、バスが来るのを待ちたいと思います。数分待っていたらバスが来ました。大仏からも歩いて行くことができますが、その場合は20分ほど。行きはバスで向かいたいと思います。さあ、出発です。バスで向かうこと8分のよう。だいたい230円ほどです。ほとんどお客さんはおらず、ほぼ貸し切りですね。まあ、それもそのはず、主な観光地にしか普通行きませんもんね。梶原地区は鎌倉市内で比較的人口密度が低く、落ち着いた住宅街という印象があります。自然豊かで、鎌倉中央公園や大仏ハイキングコースも近く、のどかな雰囲気があります。実は4、5歳の頃、この辺りにある幼稚園に通学していました。もちろん幼稚園バスでの送り迎えをしてもらいました。懐かしいなぁ。私が行きたかったはずの場所を通り過ぎてしまったので、あれ、このバスどこで止まるんだろうって焦りました。前にもお伝えしましたが、バスは完全に停車してからじゃないと立ち上がってはいけません。子供の頃に何度もバスが停車する前に降りようとしてバスの運転手さんに怒られました。なので皆さんも気をつけてくださいね。
さて、バスを降りたら大きな交差点を渡っていきます。このエリアに来るのは本当に数ヶ月ぶりです。実はもともと行きたかったカフェがあったのですが、店内がかなり混雑していたのと、どうしてもお腹が空いて、ここのお店の麻婆豆腐を食べたくなってしまったので、計画を変更することに。入店していきます。ちょっと昭和っぽいレトロな雰囲気の店内。店員さんもとても親切で優しかったです。お水を一口。メニューです。本格麻婆豆腐定食普通盛り1200円に決まりです。外が暑かったので、ついつい水をガブガブ飲んでしまいますね。もう晴れの日はすっかり暑くなってきました。お腹に余裕があったら注文したかった水餃子、その他お土産のソースやタレも売っているので、お家でもお店の味が楽しめちゃいます。このお店の中毒者の一人である私の来店歴はというと、実は4回目です。さあ、お待ちかねの麻婆豆腐がやってきました。テンションマックスです。早速食べていきたいと思います。うわ、鉄鍋の上でグツグツいっていますね。鉄鍋によそってくれるのはここ梶原店だけ。見た目はすごく辛そう。そしてこちらは花山椒ですが、緑がスパイシー、赤がフルーティーだそう。私に追い山椒する余裕が果たしてあるのか、正直疑問ではありますが、ぜひ使ってみたいです。さて、まずは一口目。待って、めっちゃ熱いのか辛いのか分かりませんが、口から火を吹きそうです。すんごい表情で食べてますね。すごく熱いし、すごく辛いのに、麻婆豆腐を食べるのが止まらなすぎて、まさに中毒って感じです。本当に美味しい。日本に3回以上来ている海外の方には絶対に食べてほしい味。スプーンが止まりません。ここでようやく追い山椒。辛すぎて辛いのに自分で自分を追い込んでいくスタイル。でも本当に本当に美味しいです。全身の穴という穴から水が噴き出していきます。
ティッシュで拭き拭き。そうそう、伝え忘れていたんですが、このカカンのオーナーさんは、もともとは鎌倉駅前でカフェバーを営んでいたそうです。そしてそのバーで常連客に愛されていたのがこの麻婆豆腐だったとか。そしてそれまで働き詰めだった小島さんに子供が生まれたことで生活における優先順位が変わっていったのだという。自分たちだけではなく他の人にも仕事を任せられるようにするため、本格麻婆豆腐の専門店カカンがオープンすることになったそうです。開店当初、この地域にはあまりお店はなかったけど、カカンができたことで地域に新しい人の流れができたそう。実際、私もわざわざこのエリアまで足を運ぶファンの一人です。さて、このエリアに存在する数少ない神社。時は八雲神社です。社殿は治承年間1177年から1181年に梶原景時の領地であったこの地に除災を祈願して建立されたと言われています。今私は階段を登っていますが、見てわかる通り結構急な斜面になっています。ようやく最上階に到着。シンプルだけど荘厳な雰囲気ですね。こじんまりしていますが、神社自体は手入れがなされているので、きっと地元ではこの神社を大切に守っている人がいるのでしょう。かなり高い場所にあるので、街を見渡すことができますね。初めて来たけど、とても気持ちのいい場所です。さて、お参りをしていきましょう。ここは神社なので、お金を入れた後に、鈴を鳴らし、二礼二拍手一礼をする必要があります。さて、お参りが終わったので、下に降りていきたいと思います。これは後で知ったのですが、神社の左側には小道があり、源氏山、大仏方面のハイキングコースへとつながっているようです。今日はスカートで来てしまいましたが、次回はズボンで来て
ハイキングをするべきかも。さて、ここは隣にある日蓮宗の寺院、円久寺です。実は本堂の裏側が北条氏常盤邸跡として国の史跡に登録されているよう。またコスモス寺という通称もあるそうです。秋に来るべきかもしれませんね。さあ、お金を入れたら合掌していきます。これは仏教の基本的な作法で、仏様と一体になり、敬意を払い、感謝の気持ちを表すものだそうです。そうそう。神社には鳥居がありますが、お寺には鳥居がありません。二礼二拍手一礼するべきか、合掌すべきか、わからない場合には、鳥居をチェックするのがいいと思います。さて、今日はなんだか少し物足りないので、大仏まで歩いて行って、隠れ家カフェを開拓したいと思います。さて、ここは大仏トンネルです。実はかつて人々に利用されていた大仏切り通しがこのトンネルによって役割を終えることになりました。以前のトンネルはレンガで作られていたそうですが、今のトンネルになるための工事にはかなりの時間がかかった記憶があります。さて、左手にあるのは旧鎌倉加圧ポンプ場を改装したピザ屋さんです。今から向かうカフェはどうやらこの近く。隠れ家すぎて特に看板のようなものは見つからず、Google マップを確認。どうやら行き過ぎてしまったようです。少し戻ってみたいと思います。本当にこんなところにあるのかな？看板です。今日これから向かうのはチアーズコーヒー。観光客の多いエリアにもかかわらず、時間を気にせずくつろげる隠れ家カフェとして地元の人に親しまれているようです。いざ入店。本当は何かスイーツも食べたかったのですが、さっき食べた麻婆豆腐定食、この不景気にもかかわらず、私のお腹を十二分に満たしてくれました。なので、アイスコーヒーだけのオーダー。そしてお水はセルフ。自由に汲ませてくれるのはありがたいです。
店主は伊藤さんご夫婦。カフェで働きながらコーヒーの焙煎やお菓子作りを学び、キッチンカーで経験を積んだ後に、奥さんの地元である鎌倉に2022年7月にオープンしたそうです。コーヒーは自家焙煎のものを常時4、5種類用意しているそう。店舗ではコーヒーが一番美味しくなるという焙煎後約5日目のコーヒー豆を使用しているとか、コーヒー豆へのこだわりを感じます。何より PC を使って作業をしている人や仕事の会議をしている人などもいて、長居しやすい雰囲気が最高でした。お二人で丁寧に入れてくださるので、急いでいる人には向いていませんが、そうじゃない場合はとてもおすすめ。さて、深入りのコーヒーを入れていただきました。美味しい。口の中が完全に麻婆豆腐だったので癒されます。今度はパソコンを持ってこのカフェに来ようかな。思わずそんな風に思ってしまいました。喧騒から離れて鳥や虫の声が BGM になる自然豊かな場所に立地する隠れ家カフェに来たい方はぜひ行ってみてくださいね。入り口にすごく本格的な機材があって驚きました。伊藤さんご夫婦、本当にありがとうございました。さあ、今日もツアー楽しかったですか？かなり上級者向けのツアーだったかも。でも、大仏に行った後、時間が余ったら、隠れ家カフェを探索したり、本格麻婆豆腐定食を食べるのもありかも。今日も皆さん最後まで動画を見てくれてありがとう。それではまた次の動画でお会いしましょう。